若き海軍兵モンキー D ドラゴン登場。デイビー一族の幼いティーチが天竜人の獲物に。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1159話が公開されました。タイトルは運命の島です。鬼の子ヤマトの金稲荷第3ボル40、いざリンゴ頬張り花の都入り帰り申す。ヤマトとウルティ指定がリンゴをかじりながら花の都へ戻ろうとし、追いはぎ橋を通りかかった。隣にいる子狐は鬼丸だ。この話は風雨に揺れる蜂の巣から始まる。39年前、海賊たちは狩猟マーロンが殺害され、シャッキーも拉致されたことを知り、ロックスが激怒した。この犯罪はわずか数時間内に起きた。裏切り者オーチョクは金を数えて5万越、事情を知らない海賊たちは泣き崩れる。シャッキー拉致の件は世界を震撼させ、ゴールディ・ロジャーは新聞を読んで怒り、新2つに破り捨てる。シルバーズ・レイリーも震えながら新聞を見つめ、心の底ではやはりシャッキーを気にかけていた。1年後、場面は西の海ゴッドバレーへ。ガーリング星が戻り、赤髪の女性と再会する。ガーリング、嬉しく。弟様よシャムロック、シャンクス。双子か可愛いな、もちろん、お前の子供だ。頼む、ガーリング、この島で俺と一緒に暮らしてくれ。ああ、もし生きる場所を選ぶなら、ここではない。この島は消される。もう決めた。俺にふさわしい妻を迎えるよう命じてある。この大会で勝てば俺のものにする。あわあ、ウェーンウェーン。突如、ガーリング星は赤髪の女性を無残に刺し殺す。本当に最低の人間。彼は海軍に連絡し、行動開始を命じた。町の人々は何が起きたか分からず、子供を連れて避難しようとするが、大勢の海軍が島へ行き崩れ込む。少佐、これはどういう目的の作戦なんだ。訓練だ。新兵、お前が質問できるのはあと10年海軍で勤めてからだ。でもよ、この生意気なガキは何なんです、司令？申し訳ありません。教育がなってなくて。あんたたち何かあったのか？キャー。抵抗するな。傷つけはしない。海軍は一人の女性と数人の子供を捕らえる。この女性はかつてバーソロミュークマの階層に登場しており、隣の子供は月光モリアにそっくり。走れ。捕まっちまう。なぜ？あいつらはただの市民だろ。考えるな。部隊の意思にお前の意見は不要だ。任務に集中しろ。はあ、大丈夫だ。麻酔弾、殺すわけじゃねえ。悪意けど、捕まってくれれば撃たねえ。何が起きてるのかわからんが、逃げるぞ。早く。この若き海軍兵士こそ、当時17歳のモンキー D ドラゴン。姿はまるで悪夢のモンキー D ルフィに似ている。注目すべきは手に刻まれた印で、若い頃から持っており、後には顔にまで刻まれる。その意味は未だ不明。はあはあ。マスクをつけろ。催眠ガス弾だ。島に展開した他の海軍は催眠毒ガス弾を使用し、ゴッドバレーの人々を大規模に捕らえていた。ドラゴンの表情には不安が浮かんでいた。カットは海軍の監獄船に切り替わる。船ではゴッドバレーへ送るための奴隷を護送中だ。誰かが密かに通信室に忍び込み、海軍に見つかりそうになるが、ジニーが大会に関する情報をこっそり送信していたのだ。彼女とイワンコフはすでに動き始めており、さっきジニーは監獄船の配管を破壊して外へ抜け出したのだった。他の奴隷たちは死を待つかのような無様な姿で、イワンコフは激怒する。別の場所で、バーソロミュークマは闘志に満ちたイワンコフに気づき、微笑んでうなずいた。場面は不明な島のサイファーポール情報部施設へ移る。とんでもない情報？なんだ今度は。とぼけるんじゃねえ。お前も嗅ぎつけてただろう。ほら、金をよこせ。言いたいのはだ、口をつぐむ代わりに金を払った方がいいってことだ。子供っぽい名前の地方紙がどうやってこんな情報をつかむんだ？お前、今に消されるぞ。クワハハ。やってみろよ。どうせ海賊島には流してやる。若き日のモルガンズは世界経済新聞社の社長を務めており、若々しくアヒルのような風貌で、周りにはカモメが群れ、いずれも新聞社の重要な社員だった。シャッキーがゴッドバレーにいるという噂はすぐに蜂の巣へ伝わり、海賊たちは彼女が生きていると知って大いに興奮する。シャッキーが生きてた。ほんとかおい。今どこに？よかった。ゴッドバレー？どこだそれ。怪しいな。その情報源は本当に信頼できるのか？間違いなくどっかの海軍支部がリークしたんだ。
天竜人たちのゲームの商品に。クソ。シャッキーを連れ去ったのは政府関係者ってことか。シャッキーちゃん、ずっと噂だと思っていたが、天竜人の人間狩りなんて本当に存在するとはな。あの連中は悪魔の実も持っているわよ、カイドウ。あんたも一つ欲しかったんでしょ。そいつらの能力はどんなものなんだ。うちの子にいいかもね。これは明らかに罠だろ。黙れ。臆病者はここで腐っていろ。俺はゴッドバレーに乗り込む。ロジャーの海賊団もその知らせを受け、シャッキーを救うためゴッドバレーへ向かっている。おい、ギャバン、ゴッドバレーはどっちだ。それほど遠くないが、間に合うぞ。お前らどうする。もちろんだ。ロックスがすでに動いた。奴が先に着くんじゃないぞ。こともあろうに、わずかな機密情報は海の猛者たちを刺激してしまった。まさかロジャーも動くとは。なんでもっと早く言わなかったんだ。行くぞ。一方、ロックス海賊団の艦隊は航行中、巨人族の戦艦と激突する。巨人族の船だ。構わねえ、沈めちまえ。待て。なんだ。やめんなロックス。ハラルドは世界政府からロックス海賊団を止めよとの命を受けていた。ロックスは近くの海上に監視船を見つけ、ハラルドと二人きりで話すことを提案する。旧友二人は甲板で酒を酌み交わし、その様子に両陣営の手下たちは焦りつつも手を出せずにいた。女一人に弦を抜かす海賊団を止めろと言われたよ、ロックス。そしてな、小さな船を沈めるのに大した手間はかからん。あれが見えるか。あれは政府の護衛船だ。つまり、これは世界政府連合の信用を稼ぐための作戦か。陛下、我々を甘く見すぎだ。結局のところ、政府に我慢させられて、あの犬どもが傍観して我々が死闘を繰り広げるのを見ているだけでいいのか。お前はエルバフを変えたい狂人だ。少し二人で話せるか。お前が本当に聞きたいこと、我々がどこへ向かっているのか、何のためなのか、それは分かっている。だが、俺にはお前にだけ伝えたいことがある。クルーにはまだ明かしていないことだ。何の話だ、国王様。悠長に、あの野郎。俺のシャツキーがこうしてる。今も助けを求めてんのに。俺には隠し名がある。デイビー・ディー・ジーベックだ。ロックスじゃなかったか。世界政府は昔からあの一族の名を消そうとしていたに違いない。というのも我らの先祖は伝説の海賊、デイビー・ディー・ジョーンズその人だからだ。だから我々は暗闇の世界で影響力を行使してしのいできた。幸運だったか不運だったかはわからないが、2年前に息子が生まれた。だから決して2人に危険を近づけるわけにはいかなかった。俺は妻と息子を故郷に戻し、こう伝えたのだ。デイビー一族を頼れと。なるほど、つまり親族も妻も息子も故郷にいると。だが、なぜそんなに公然と弱みを明かす。俺の故郷はゴッドバレーだ。ジアー政府はお前をおびき寄せるために。違う。あの島は天竜人だらけだ。彼らがわざわざ俺を呼び寄せたいわけじゃない。向こうにとっても誤算なんだ。何か大きな運命みたいなものに引き寄せられている気がする。借金を奪ったのは大きな間違いだ。もし妻と息子がただ逃げ延びられれば、それで十分なんだ。運は俺の味方じゃないみたいだ、ハラルド。手を貸せよ。断る。お前らをここで沈める。そうかよ、上等だ。手を出すな。は。ふぬけ野郎が。ハラルドは共闘を拒み、偽りの戦闘を演じてみせて、ロックスを見逃す。信じがたい話だが、3年に一度、天竜人は資源の豊かな非加盟国を選ぶのだ。そこで彼らは歪んだ人間狩りの遊びを開き、現地の住民を皆殺しにする。助けて。こんなの現実なはずがない。場面はゴッドバレーへ切り替わり、ゴッドバレー大会が正式に開幕する。本大会の優勝商品がなんと芍薬であることが明らかになる。注目すべきは、オダが第1096話で登場した宝箱の数を6個から9個に修正している点であり、それぞれの宝箱の文様も独特だ。これら9つの実は今後の物語に大きな影響を与えるだろうし、数の増加はオダによる設定の補完を示している。神の騎士団の面々はやる気満々で、挑発の軍子も登場する。興味深いのは、この時点のソマーズ聖派まだ若々しい要望である一方、イムの器である軍子だけが年を取らないように見え、より特別な存在に思えることだ。さて、それでは最も希少な悪魔の実に続き、これが大会のグランドプライズだ。偉大なる航路、カームベルトの内側に、真にジョだけの島が存在する。
ここにその元皇后世界一の美人として名高い、その名も芍薬を妻にするか奴隷にするかはあなた次第だ。度は美しいこれは欲しい。この品は完璧な状態で厳重に保護されてきた一級品だ。おお、ソマーズ製よ。これを勝ち取ってシェパード家に連れてこい。まさか俺が勝ったら奴を奴隷にしてやる。私の妻だ。夢を見るな、ソマーズ。軍子、あんたがいりゃ士族戦でトロフィー取れるかも。ドラゴンは床の血痕をたどってある部屋にたどり着き、赤髪の女性が彼に助けを懇願し、子供たちを救ってほしいと頼む。別のコマでは幼いティーチが現れ、母親が彼を慰めている。お願い、子供たちを助けて、この島から連れ出して、あの野郎の手に渡らないようにして。おいでティーチ、大丈夫よ。あなたは生き延びなきゃいけないのよ。この話は司会者が天龍人たち全員に向けて行った最後の大発表で締めくくられる。さて、ここで世界の貴族たちが皆知っていることを一言。この大会ではただの海賊の小僧だけではなく、ついに800年ぶりにデービー一族だ。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。